ストレス肌になったりするんですね。でこれが女性の体の仕組みになります。で生活習慣から見る体質と体型というお話をさせてもらうと、女性って内臓脂肪があって、妊娠脂肪っていう妊娠のための脂肪があって、その上に皮下脂肪があります。で皮下脂肪にタンパク質がポリスクとセルダイトが作っている状況になるんですね。で、そういう部分で、何かというと、これ今生理の話なんですね。で生理の話でいうと月経期があって、ここは排卵期の間が卵胞期があって、黄体期があるんですね。でよく言うじゃないですか、ここの時に肌が綺麗で、こっちになるとちょっと肌がカサカサになったりするっていう、妊娠しやすい妊娠しにくいっていうのもあるんですけど、これのホルモンってすごい体型にも関わるんですね。で卵胞ホルモン、ここはね、お腹痩せホルモンなんです。お腹痩せホルモンが発揮してる時っていうのは内臓脂肪に影響していて、内臓脂肪が痩せやすいんですね。なので私なんか最近太ってきたけど、下半身だけどお腹だけこうゴリしてきたなっていうのは、ここがチャンスなんです。この時期に内臓脂肪なので、後でもちょっと話するんですけど、有酸素運動をするとすごくかなり効きますと、あと糖質ダイエットとかをするとすごく効くのが卵胞期です。あんまりしすぎるとあまり良くないんですけど、あと黄体ホルモンは全身フットラホルモンで皮下脂肪に影響します。もうこの時期に油取れば取るほど太ります。お尻大きくなります。足太ります。むくみますっていう時期なので、この時に自分の中で気をつけないといけないもの、食べ物の油分と、あとはもし運動するんだったら筋トレがいいです。無酸素運動がいい時期です。で、話のさっきもちょっと話したんですけど、皮下脂肪がつきやすい生活習慣はさっきの生理のお話で、やっぱり油を取ると皮下脂肪つきやすいです。でおやつの時間が3時ってうまいこと言うなっていうのは、シンデレラタイムの10時から2時に食べた油は3時より20倍脂肪とかなので、10時から2時にポテトチップスを食べると、3時にポテトチップスを食べた時より20倍からあるんですっていうのが皮下脂肪で、さっきもちょっとお話ししたんですけど、食生活、筋トレ、油